はい、というわけで本日の動画なんですが、ダイナミックツールさんご提供によりますブルーフォトンやっていきたいと思います。ブルーフォトンなんやねんっていうところなんですが、接着剤とその周辺機材となっております。加工屋さんはね、何に悩むか、工具の選定にももちろん悩んだりはするんですが、そこよりもですね、もうちょっと致命的に悩みがちになるのが難形状とか歪みやすい形状に対する保持、物をどうやって使うのかっていうところに結構悩んだり、ノウハウがそこにあったりするわけなんですが、このブルーフォトンはそこの悩みを一挙に解決することが可能なアイテムとなっております。いろいろ思うところがありますと、接着剤にはそんなんで保持力大丈夫ですかとか、すぐ外せるのその接着剤とかあるじゃないですか。そこら辺を実践しながら試していきたいなと思います。では早速やっていきましょう。はい、こちらグリッパーですね。グリッパーを組み立てていきたいと思います。ここネジ切ってありますと、中にもネジ切ってありますと、グリッパーのサイズなんですけれども、今回使いましたのはこちらのミディアムとなっておりまして、中間サイズのものを今回使用しておりますと、そしてラージとスモールサイズもございますと、細かいワークの時はこちらのスモールをご使用いただきまして、保持力優先される場合はこちらのラージを使用していただければなと思います。はい、ご覧のようにグリッパーの先端が飛び出してくるといった形になってきますと、これが Z 軸の位置決めなんですが、こっちの方がね 1mm 高い状態になっておりますと、位置決めピンを固定しましょう。はい、位置決めピンを固定しましたと、ここに配置しますと、そして材料、ここのピンで平行、そしてここで位置決め、高さ方向はここに規定されて固定できると、あとはここに接着剤を塗ると固定の準備ができますよというところになっておりますと。ここグリッパー自体は鉄でできておりまして、光を放つやつはここにね磁石がついておりますと、でこの磁石をグリッパーに引き付けるという感じですね。接着剤でございます。この位置決めボスの方がちょっと高い状態となっております。材料を乗せた時にこっちには当たるけどこっちには 1mm の空間があるというような状況になります。グリグリすると泡が入ってしまうと、泡があるとそこから強度が落ちてしまうということで、真ん中からこうブシュッとやった方がいいというふうに聞いておりますと、はい、こんな感じでしょうか。トントントンと、全体的にね接着剤が潰れているというのが見えるかなと思います。はい、ではスタート。はい、青白くねグリッパーの間の接着剤が光っているのがわかるかなと思います。接着の方が終わったようです。外しますと、はい、ひっついてます。先にこれを外すか。はいと、確かにひっついてんな。じゃあ加工していってみましょうか。やはりね何事もファーストトライがあるということで、これが正真正銘一発目のブルーフォトン保持初加工となります。6000系のフラットバーでございますと、 AEVTS、OSG さんのやつ、加工条件もそこそこのストロング系でやりました。テストとか言いながらクーラント必須の保持具となっております。加工の熱で温度が上がってくると接着剤が軟化してしまうと柔らかくなってしまうということで、水は最低限かける必要がありますよというところで、加工していきたいと思います。いくぞ。あれ、はい、あれ、ほんまか。 AE3mm 切り込んでるはずなんですが、刃当たり送りも 0.12 とか3とかぐらいにしたつもりなんですが、想像以上に静かだな。あれ、こんな感じ。ストロング系とか言ったら恥ずかしい恥ずかしいやん。外形が、保持されていないので、外形一周丸ごとずるっと加工できますよというところに加えて、内径もね当然加工できますよと。めっちゃ静かじゃない
ポケット加工いきます。わ、すごいな。めっちゃ静かっすね。板厚 10mm のワークとは思えない合成感がワーク側にあるなという感じがしますね。荒取りがね終わったんでちょっと見ていただきたいんですけれども、ビビるでしょこのポケットの底とかなんですけど、こことこことこことここにグリッパーがありますよと、接着されてますよというところで、めっちゃ合成感の高い保持ができていると。ブルーフォトン侮りがたし、侮ってたこんなにねワークの合成感があるとは正直思わなかったということで、仕上げ加工をやっていきたいと思います。カチカチやな。素晴らしい合成感が、まあそれなりにビビりやすいわけですよ、普通にやれば。平穏だな。クランプがあったらクランプで置けたりしないといけないじゃないですか。クランプないんですよ。下から貼り付けてるだけなんで。外周も内周もポケットの内側もどこでも面取りできますよと。じゃあ裏面取りそのままいきましょう。そこにねぴったりついているわけではございませんので、ご覧のように内側も外側も一発で一周できると。やっぱりね一番気になるところとしては底面が 2mm の板厚ということで、底面のビビりを見たかったんですけども、ここら辺は非常に綺麗にできているが、こことここのグリッパーの配置に対してここの角がちょっと突き出しているので、ビビってるというほどでもないんだけれども、ちょっと乱れている。はい。はい、というわけで次のワークをやっていきたいなと思います。はい。ちなみにこちらに映っている本体はデモ用の機械をお借りしているものでございますので、実際に販売されているものとデザインが少々違いますが、お気になさらずというところでやっていきたいなと思います。こちらのワークを用意いたしました。2個削って40分とかかな。そしてこちらのジグを用意いたしました。こちら1セットで2日使いました。はい。結構ジグ作るの大変やったな。全ての面がテーパーになっている、角度がついているワークになっております。エンジンの下についているオイルパンを模して作ってみました。ありとあらゆるところがテーパーになるじゃないですか、あの部品って。なんでかっていうとオイルをこう集めていくためにだいたいテーパーになってるということで、結構複雑な形状になりがちだなというところで、それっぽくモデリングしましたということで、1工程目が終わっておりますと、2工程目なんですよ、問題は。と言いますのも、肉厚 2mm になるように設定しておりますと、このね穴でドレインしていくっていうことを想定すると、ありとあらゆるところがテーパーになっていくだろうという妄想、接着して加工していきたいなと思います。ジグとこちらのワークはもうすでに脱脂済みとなっております。じゃあ接着剤つけていこうかな。エアーを噛まないようにやるのがコツらしいです。まずは2箇所、ここのね形状に沿う部分が2箇所ブロックとしてあって、そこで位置決めと XY 方向と Z マイナス方向の高速を行うと。そしてZ プラス方向の高速は当然ないので、接着剤で高速していくよと。ブシュッとブルーフォトンの光源がございますので、パチッとひっつける。ひっつけた。いるかいらんかは分からんけど、ちょっとウエイト置いとこうかな。スタートしますと、時間とかは自動になっておりますと。光線を直接面にねこうやってね当てると、あまりいいものではないということで、注意してね扱っていただく方がいいかなと思います。はい、終わりました。ウエイトの置けると。ひっついたかな。てってれー。接着剤を潰すように当てたい都合で、例えばここにもうすでにセットアップしている状態の、グリッパーをここからぐーっとねじ込んでいってもいいんだけども、接着剤があっちゃこっちゃにひっつくだろうし、もう接着剤もグリーってこうねじれるのがなんかいまいちな気がしたので、
ご覧のように、ここに接着剤をつけてシュッとスライドさせて、できるようにしておきました。こちらのグリッパーに接着剤を塗布で、これをブシュリ、ちょっと多かったか、まあいいわ。でこれを締める。はい、もう一箇所ね、サイドから当たらんかこれ。はい、大丈夫。紫外線照射装置をインしましてスタート。でこのサイドの方は固定はもちろんしてるんだけれども、プラス肉圧が薄くなってフォローが少ないところのビビり止めっていう意味合いが強いつもりです。で今もうめちゃくちゃ暑くて汗かいてるんだけれども、冷暗所で保管してくださいっていうことなんで、私これデモ機なんですけれども、こちら預かっている間冷蔵庫に保管しておりましたと、改めて袋に入れて冷蔵庫に保管しておきたいなと思います。終わった。ブルーフォトングリッパーを固定できましたと。楽しみ。もうほんまジグをね作るんはほんま苦行でしたね。作りたいものを作ってるわけじゃないんですよ。ジグって前段階なんでちょっと苦行でしたが、ここからが本当に楽しみだなというところですね。ブルーフォトン自体は輸入品なんですよね。海外で開発されて製造されているものを輸入しているんですが、ダイナミックツールさん輸入商社という顔も持っているんだが、設計することが可能なメーカーという顔も持っているわけなんですよ。そのブルーフォトンを生かす設計業務も請け負っていただけるということで、今回私は設計制作しましたが、こちらのジグの方も依頼することが可能になっておりますというわけで、ダイナミックツールさんの URL は概要欄に貼っておりますので、もし興味がありましたら見てみていただければと思います。というわけで、では加工していきたいと思います。はい。まずは外形をね整えていこうかなと思いますというところで、ここは大した負荷かかっておりませんが、ビビリとかガタつき音、そういうのは聞こえていないというところで、非常に安定感のある加工かなと思います。そこそこのサイズのカッターが出てきましたよというところで、それなりの負荷をかけていくことになると思います。問題なさそうかな。ほじくり回していきたいなと思います。AP が 10mm ぐらいの AE が 3mm ぐらいだったような気がする。割と普通に加工できているなという感じですね。こうガタガタしたりとかビビったりとかはせずに加工できているという感じかなと思います。いろんなところに、結構無条件で接着することができて結構頼りになるっていう点はもちろんあるんだが、例えばこれを加工終わった際に次のやつを接着する段取りっていうのに関しては時間がかかるので、量産用にガンガンこうやっていくっていうには向いてないかもしれない。グリッパーに頼ることで、ジグ製作の手間を削減することができるという意味で単品加工屋さん非常にいいと思います。で、例えばワークをここを掴んでいると、で、ここをビビり止めにしたいみたいな、ジャッキを当てたいみたいな、でもジャッキだと持ち上げちゃうみたいなところあるじゃないですか。そういうところにこういうところのグリッパーをピタッとひっつけて接着することによって、ビビり止めになると、しかもこのね、上げ下げがないというところで精度よくビビり止めを保持することができるというところで非常にいいと思いますので、ワークが非常に高価なものを扱っている加工屋さんなんかもめちゃくちゃいいんじゃないのかなというふうに思っておりますと。はい。約 2.3mm ぐらいになっているはず。こことかも 2.3mm ぐらいになっているはず。はい。では仕上げ加工をやっていきたいと思います。工具そのままです。はい。条件はちょっと回転数を落としました。はい。薄いからあんまり回転数、収束を上げてビビらせても悲しいなということで、比較的抑えめの 2.3mm ぐらいの肉圧を 2mm に仕上げていっているという感じですね。すごいな。いい感じじゃないか、これは。これはあれだね。面白いジグだなというか、
かなり幅が広がりますよね。はい。パス目はねちょっと粗くさせていただきました。仕上げのパス目を細かくするっていうのはちょっと時間かかるから、はい、切削条件微調整して合わせていくっていう作業が必要かなと思ったんですが、回転数高ければ高いほどビビらしやすいので、回転数を少し落とし目にしたものの、非常に安定して加工ができるというお気軽に点で非常に素晴らしいなと思いましたね。こういう手法もあるんだねっていう関心の領域が強すぎて、おおって感じになってしまいますね。終わり。ブラボー。素晴らしいな。すごいな。いいじゃない。ご覧のような仕上がりになりました。素晴らしいな。素晴らしいな。いや、これはすごいわ。では残りもろもろの仕上げ加工やっていこうかなと。油断は禁物と、他のところでビビるかもしれないからね。フェイスミルで一発でいってやろうかなみたいな。肉抜く前にやっとけよみたいなね。あえてこれやっておりますと、シール溝を想定したものをやっていこうと。いいじゃない。こんなイージーな薄物もなかなかないでしょう。面取り。はい、裏面取りやっていきますよと。手堅いな。普通のクランプで加工しとうぐらいの感じですね。それなりの肉厚のワークを2ミリですけど、はい、こんな感じで仕上がりましたと。はい、バリもねしっかり取ってツルツルになっておりますと。なかなかいい感じに加工できたなという感じです。はい、はい、素晴らしい出来栄え。パス目が粗いっていうのはねあるんですけれども、ビビるかビビらないか、しっかり固定できているか否かっていうところを見たかったと。とはいえそうは言うても綺麗に仕上げろやみたいなところ、もうピッチピチのツルツルにしとけよみたいなところを思われるかもしれませんが、やはりそこはケロであるというところで、加工時間のことを考慮いたしまして、パス目を粗くしておりますというわけで、グリッパーを外していきましょうか。はい。はい。接着剤剥がすときに力がたくさん必要で、製品が壊れてしまうみたいなんじゃ困るんですけれども、ほどほどのトルクでねじって壊すことができます、接着剤を。軽っ、すごいいね、これは。これはいい。あんなにお手軽に加工したのに、この重さからここまで一発の加工、いや、わからんわ。621g ありましたよと。加工後のワークは 90g。やば。非常にイージーな加工を手早く行えましたよと。ジグは製作してますけど、すごいな。これ 90g っすよ。すごくない？はい、というわけで次はこちら用意しておりますサス304で作りましたこんな感じのワークとなっております。1工程目が終わっております。そしてこちらジグも用意しております。今回は斜めの穴とかはなし、シンプルに面直のグリッパー用の穴が開いております。ただちょっとねそれぞれ高さが違うというところはあります。はい、何かね見覚えあるなというところなんですが、こちらを加工したジグ4点にさらにこっちにね3箇所加えた仕様となっております。ちょっとね材料費ケチりました。ワークの位置決めはこちらの2点、ワークにねすでに穴が開いておりますと、こちら2点穴が開いておりますと、 Z 軸の位置決めはパラレルブロックを使用しますと 14mm。 はい、この光源をセットしていくわけなんですけれども、この光源はとりあえず4本分しかないので、まず4箇所を接着した後残り3箇所をやりたいなと思います。パラレルブロックがあったところ
にも加工のパスが入りますので、確実に忘れないように取っておきましょうと。外していくと、はい、こちらね、位置決めに使用したピンとパラレルブロック外すことができますので、干渉を気にすることなく加工が可能になっておりますと。問題ないかな。 AP が薄いからもうちょっと切り込んどってもよかったっちゃよかったか。だいぶね形状が出てきたなというところですね。はい。ブルーフォトンええなこれは。ここからポケット加工ドキドキしちゃうわ、さすがに。まあ大丈夫か。一番深いところに到達してトロコイド負荷制御加工。加工がもう少しで終わるかな。いやー削ったなー。こんな先端を削っていてもこの真下ぐらいに、ブルーフォトンのグリッパーがついておりますので、ビビることなく先端の加工もできておりますねと。素晴らしいですね。この形状でこんなに縦横無尽に加工できるっていうのはなかなかないですからね。割と素晴らしい。これで仕上げていくと、ワークが薄くなっているというところですかね。そこぐらい。あとはもう、ブルーフォトン負荷はもうかかるところがそんなにないので、全くビビることなく平穏に加工ができて、退屈だった。いや、いいことだ。キリキリしてたんじゃね、やっぱ加工も身が持ちませんので、終わったと。面取りですさ。2時間ぐらいはやったんか。かかったな。お疲れ様でした。ほほ、いいじゃない。いいじゃない。ちょっと見てみましょうか。はい、いかがでしょうか。いや、仕上げたね。なかなか仕上げたね。いや、素晴らしいな。はい、肉厚はね、だいたい 1.8 ミリとなっております。ビビりなく 1.8 ミリの肉厚を仕上げた。すごいね、ブルーフォトン。文字力。はい、というわけで外していきたいなと思うんですけれども、結構削ったと切り子がたくさん出ていたんだけれども、今ここに切り子があんまり乗っていません。箸休めに見ていただきたいんですけれども、簡単に剥がせるし、簡単にセットできるというところで、例えばね、柔らかいですので、この下に入れたいっていうことも簡単にできるんですよ。これプリプリっとね、押し込んで入れれる。ぐぐっと押してヒュ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 ッとセットできるということで、 T スロットカバー、この青いやつ、柔らかい素材、非常におすすめです。はい、この度ダイナミックツールさんで、ここ最近取り扱いが増えたアイテムとなっております。興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクも見ていただければなと思います。はい、パキッと。よっしゃ。これ接着剤が残ってる。で、この接着剤はお湯をかけると軟化して外れやすくなりますので、お湯で温めていくと、もう柔らかいわ。もう柔らかくなってる。こんな感じで剥がしていけますよと。あれだけの加工をねしていた接着剤なんですが、温めれば簡単に剥がせるとイージーですね。ここでね、なんか謎の溶剤みたいなものを使わないで済むっていうところはちょっと楽ですね。接着剤自体は非常に簡単に拭き取れますので、いやー本当にジグっていいですね。というわけでですね、ブルーフォトンの加工が予定していた分終了いたしましたと。このワークでこういう感じねっていうのを掴んだというところでございます。
そして2個目に作りましたのがこちらオイルパン。全体的な板厚は2ミリとなっております。どうこれ。オイルパンとしてはちょっとサイズ小さめにしすぎたなっていうところはありますけども、その 3D モデル作ってる時ってサイズ感わかんないみたいなのがあって、それなりに十分なサイズで作ったつもりが材料発注して届いたらえらい小さかったなみたいなところなんですけれども、こんな感じで加工しました。はい。板厚2ミリですから、1工程目こういう状況でございましたんでね、結構ずっしりとしたものだったんですが、やりましたと。ここの形状とここの形状に沿う形でジグ板側にもこういう感じで 3D 加工をしておりましたので、ここにある程度フィットするようにしておきました。これで XY 方向 Z マイナス方向の高速が効いている状態でグリッパーの接着をすることによって全方向の高速を行うという感じで、グリッパーは4つしか使っていないけれども全体にねビビリを回さずに固定できると、加工できるという感じにしました。はい。で大体そういう使い方をするとブルーフォトンのうまみすごく出ると思う。ビビりやすいポイントにブルーフォトンを配置するとビビり止めと同時に保持も可能なわけですよ。ビビりやすいところを抑えると同時に保持をするとめちゃくちゃ効率よくいけるんじゃないのかなというふうに私思いましたというところで、これ非常に楽しいワークだったな。じゃあちょっと加工負荷が高くなってくるステンレスをやってみましょうかというところで、こちらステンレスの材料を削り出してみました。何なのかと言われたらこれ何なんですかね。私も何なのか分かりませんけれども、普通に機械加工でこれやってくれよってモデル投げられたらちょっとイラッとする形状を用意しました。薄い、つかみどころがない。グリッパーの固定は正直穴加工とネジ加工を行えばグリッパーは固定できますので非常に簡単と。注意点としてグリッパーの後ろから差し込めないといけないので、ここのスペースとかを考慮する必要はあるかなと。こんな感じでね刺す必要がありますので、ここら辺を考慮する必要はありますが、非常に確実なビビり止めと保持が可能ですよと。位置決めしたものとかは外して一気に加工できるので、もう干渉物遮蔽物もろもろない状態でもうただただ加工を楽しむことができます。非常に便利な接着剤ブルーフォトンとなっております。便利だなと感じれるのはまず効果が簡単。2液混合の金属用接着剤とかもありますやんか。でもあれ混ぜないといけないとか、混ぜてから硬化するまでに時間が短いとか長いとかそういうのありますやんか。そういうのないです。光当てて1分で固まります。じゃあ剥がしたいですっていう時はグリッパーをグリッとねじったらまず剥がれますと。柔らかいおはじきが残ってるんですけども、お湯で温めれば剥がせますと。 IPA だったりとかそういう洗浄剤とかそういう揮発してすげえ毒ガスっぽい感じになりそうなやつを使う必要はありません。お湯でいけますっていうところで、お手軽に安全に確実なホールドが可能なブルーフォトン、非常に楽しい。便利なんだけどもう楽しいと言える。だってこんな加工イージーにできるんですよ。いちいちうざいでしょ、こんな形で図面出されたらね。鋳物でやれやみたいなねっていうやつをもうフルビレットでねやれると。そしてこのブルーフォトンなんですけども、価格感といたしましては、グリッパーを4つぐらいとこの本体と線とか接着剤とかもろもろでおおよそマシンバイスでいうと234台分ぐらいの価格感となっております。マシンバイスにもよるやろうみたいなところなんですけども、まあまあする。まあまあする。グリッパーなんかもですね、この透明の部分ガラスってわけじゃないんですよね。サファイアだったかな、ルビーだったかな、透明なんですけど、そういう鉱石なんですよ。はい。何かとコストはかかるんですけれども、こちらご覧いただきたいんですけれども、補助金、助成金、そういったものに、採択されているツールということで、補助が入ってそれなりにお安く買えるアイテムとなっておりますので、そこら辺のね基準に該当する事業者さんはね、そこら辺も検討してみてはいかがでしょうか。いやー、これは切削加工が楽しくなるアイテムですね、ブルーフォトン。
ダイナミックツールさんの別の製品もご紹介したいなと思います。こちらダイナミックツールさんのパームチャックとなっております。こちらは比較用に用意いただきましたダイナミックツールさんのエコチャックだったかな。比較的一般的な三つ詰めチャックのようなものとは言っても精密なものとはなっておりますが、超精密なダイヤフラムチャックというカテゴリーの中のダイナミックツールさんのパームチャックとなっております。ダイヤフラムチャックというのは中にエアを供給したり抜いたりすることによって、金属を弾性変形させると、中がこうベコッとなることによって開く。そして開いている状態でこれを入れる。でエアを抜くとグッと弾性変形で戻って掴むという仕組みになっているんですが、はい、こちらワークを用意いただきました。旋盤加工でねグッと掴むと非常に沈みやすいワーク形状になっておりますと、例えばこういう三つ詰めチャックで掴んだ場合におにぎり形状になりがちなんですよね。三つ詰めで掴むと。なんで三つ詰めなのかと言いますと、3点っていうのは安定するんですよね。なので、把握力が等分に分力しやすいので、旋盤といえば三つ詰めなんですよと。はい、四つ詰めチャック使う時も単動チャックが多いじゃないですか。それはそれぞれの爪にそれぞれの力を込めれるから単動チャックをするんですけれども、例えば四つ詰めスクロールチャックになってこう4つの爪がスクロールするタイプだと、割と2点が強当たりして2点は弱当たりするっていうようなことになりがちなんですよ。なりがちなんで3点のこの三つ詰めチャックっていうのが一番安定しやすいんですが、6点もあって大丈夫みたいなところなんですけれども、パームチャックはめちゃくちゃ精密になっておりますので、6個の爪等分にしっかりと掴むことができて、掴んだ時の爪による把握の変形を最小に抑えながらも芯ブレもバチバチに抑えているというダイヤフラムチャック。ほんまに変形せえへんのかちょっとチェックしてみたいと思います。こんな感じでエアーを接続しまして、これマスターをチャッキングした状態です。はい、アンロックすると外せますと。はい、これでロックしましたと。これで芯出しをまずしたいと思います。やるなあ、そういうことか。素晴らしい。ご覧の通りの精度だったというところなんですけれども、ご覧のようにレギュレーターを使ってエアを供給してオンオフをレバーでやっておりますと。そして運転の差で変形量っていうのが見えたかなと思います。繰り返し精度が非常に高い上に爪の成形精度も非常に高いおかげで、無つ詰めであるにもかかわらず非常に深淵度の高い状態でクランプすることができるということでございます。ダイナミックツールさんのこの保持具の設計力非常に高いですので、もちろんこのパームチャックの爪の成形とかね、もろもろ含めて、お任せいただいても十分なパフォーマンスを発揮できるかと思いますし、ブルーフォトンのジグ設計もお任せいただいてはいかがでしょうか。非常にまめな会社さんなんですよ。ダイナミックツールさんめちゃくちゃ資料をくれました。このチャックとかのやつの、めちゃくちゃまめでですね、非常に計算をした上で設計していますので、本物の設計でございます。私のなんとなくこういう感じでこうなったらいいんじゃないかなみたいなモデリングとは違うんですよ。ちゃんとした設計力、ダイナミックツールさん持っておりますので、ただの商社ではございません。ぜひですね、技術的な相談も含めてダイナミックツールさんにしてみてはいかがでしょうか。ダイヤフラムチャックのパームチャックと、そして接着剤による加工が可能なブルーフォトンの紹介でした。はい、というわけで本日の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら
グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。